ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本国内の話。朝日新聞の記事がインターネット上で話題になっていたので解説していこうと思います。朝日新聞で書かれていた内容というのは、2015年頃に活動していたシールズの人たちが活動していたことを今になって隠しておきたいなという思いを吐露していることがインターネット上で話題になっています。そして、元シールズの人たちが活動を隠したがっている理由というのが、彼らに対する社会からの冷たい反応やバッシングなどによって、彼らが絶望的な気持ちになっており、そのように追い込む社会こそが悪いのだ、みたいなことを朝日新聞の記事が書いていたのです。それではまずは話題になっている朝日新聞、一体どのような記事だったかご紹介しましょう。朝日新聞より、隠したい、元シールズの過去、若者の声を封じる者は。関西地方の男性は昨年12月、職場のテレビを見ていて、あるニュースが目に留まった。岸田政権が敵基地攻撃能力、反撃能力の保有を明記した安保関連3文書を閣議決定。また通ったんだ。男性は学生団体、シールズの元メンバー、2015年集団的自衛権行使を認める安全保障関連法案に反対する国会デモにも参加した。朝日新聞には安保関連法案が何なのかはっきり書いてなかったので、ここで補足を入れておきます。安全保障関連法とは2015年9月に成立したものです。主だった内容は以下の通り。1、集団的自衛権を認める。2、自衛隊の活動範囲や使用できる武器を拡大。3、有事の際、自衛隊を派遣するまでの国会議論の時間を短縮。4、在外邦人救出のための自衛隊派遣を可能に。5、アメリカの軍艦を防護可能に。この中でも特に問題視されたのが1番。集団的自衛権を認めるようなことになれば、日米同盟がある関係で、日本はアメリカの戦争に常に巻き込まれるといったあからさまに間違った主張をもとにして反対運動を繰り広げていました。さて、朝日新聞の記事に戻ります。結局、安保法案は強行採決された。シールズは翌年解散した。敗北。男性はあの時の経験を2文字で語る。今は市民運動からは身を引いている。声を上げた自分は誇り。でも街頭にはもう立たない。シールズは左翼。就活大丈夫なの？活動中に浴びたネット上のバッシングや嘲笑。自分の名前をネットで検索すると、マイクを握る8年前の動画が出てくる。職場の人に知られたらどう思われるだろう。声を上げた自分を今でも誇りに思う。ただ、街頭に立つことはもうないでしょうね。取材の別れ際何度も念を押された。記事にする際は、名前も職業も書かないでくださいね。10人を超える元メンバーに取材した。その半数以上が、かつての活動を隠したいと答えた。日本から出て行けと吐き捨てられ、日本社会には期待しなくなりました。そう話す札幌市の高塚氏も、活動から距離を置いた一人だ。シールズを同じく、立ち上がった若者として地元メディアは報じた。戦争したくなくて震えると名付けたデモを札幌で主催。茶色のウェーブヘアをなびかせ、デモの先頭に立った。当時からネット上で言動や容姿を非難されてきた。ツイッターで高塚市になりすましたアカウントが電車で言い合わせた男性に痴漢をでっち上げたというデマを投稿したこともあった。今年1月、8年前と同じ内容のデマが再びツイッター上で拡散した。投稿者のアカウント欄に男性名で元厚生労働省官僚とあった。フォロワーは4万人超。投稿は1ヶ月後に削除された。気持ち悪いと高塚氏は言う。ネット検索で自分の名前を入力すると、今でも中傷する関連ワードが無数に出る。将来自分の子供が見つけたらどう思うだろう。国際看護師になるために勉強を続ける。いずれは海外で永住権を取りたいと思っている。攻撃されるのは怖いけど、沈黙する社会の方が。弁護士の久道氏は、シールズ東北の元メンバーだ。昨年12月16日の朝、出勤中に国会前に立ち寄ってみた。安保関連3文書が閣議決定される見通しだったこの日、歩道で数十人が抗議の声を上げていた。2015年の国会前の光景を思い出した。集まった市民は4万人超。歩道は群衆で埋まり、車道が開放された。久道氏も終電時間まで声を枯らした。一緒に街頭に立った当時の仲間の中には、過去を隠したいと思う人もいる。久道氏は言う。過去の活動を後ろめたく思わせている社会があり、若者が政治的活動することを攻撃する人がたくさんいる。本当に悲しい。昨年春、弁護士登録をし、
弁護士会の憲法問題検討委員会に所属する。過去の経験を話す機会は少ないが、シールズでの活動は自分のアイデンティティだという。安保法の廃止を求める街頭活動を今も続けている。形は変わってもおかしいことはおかしいと言い続けたい。安保3文書が閣議決定された日、大阪難波で若者4人が反対の凱旋をした。その一人、兵庫県の男性会社員は中学時代、国会デモのニュースを見て、普通の若者が声を上げる姿に刺激を受けた。声を上げて攻撃されるのは怖い。でも、沈黙する社会の方がもっと怖いですよね。記事はここで終わりです。朝日新聞の記事には、朝日新聞が認めた人物が記事に対するコメントを付け加えることがあります。今回の記事では3人のいわゆる社会的地位のあるような人物がコメントをつけていました。そのうちの一人を一部抜粋して紹介しましょう。同志社大学大学院准教授の方のコメント。日本は声を上げる若者に冷たい国だとつくづく感じる。アメリカでは銃乱射事件が起こり続けている現状に対し、何もしない政治家に憤った高校生たちが銃規制運動を大々的に展開した際、MIT やカリフォルニア工科大学など多くの大学が高校生たちの平和的な抗議活動への全面支持を打ち出した。平和的なデモに参加することによって学校側から受けた懲戒処分は大学の入学には影響しないと表明する学校もあった。平和的な抗議活動は民主主義の根幹の一つだ。たとえ自分と意見が違ったとしても、その言動が平和的なものである限り、声を上げる行為そのものは尊重されなければならない。声を上げた若者たちを中傷するような動きは論外だが、多くの大人が中傷や表立っての批判はせずとも、支援や尊重もすることなく、若者の理想主義と冷ややかに見ていたのではないか。日本に期待することはなくなったという元シールズの女性の言葉がとても悲しく響く。以下話は続きますが、ここで省略します。というわけで話題になっていた朝日新聞の記事をご紹介しました。この記事にははっきり言って問題点がいっぱいあって、とてもではないけれども全てを言及するのは難しいものです。しかし最初に言っておかなければならないのは、若者だから自分たちが政治的発言をしたのを大人たちが踏みにじるんだみたいな被害者意識ははっきり言って間違っています。なぜならば、問題視されたのは若いからか大学生かどうかといった話ではなくて、彼らの主張そのものにかなり無理があったからです。彼らの主張の一番の目玉というのは、記事の補足としてご紹介した集団的自衛権についてです。例えば、シールズの人たちは集団的自衛権が認められると、日本はアメリカの戦争に常に参戦しなければならない。そして法律ができた後においては徴兵制が敷かれて、若者たちは大人になったら全員自衛隊に強制的に詰め込まれて、そして戦争に巻き込まれて多くの人々が亡くなってしまう。戦争なんてしたくないのに、このような法律を通してしまう政府なんて許せないといったような話をして、戦争反対と繰り返すような形で人々を煽り立ててデモを主導したわけです。さて、問題なのはこの2015年当時にもうすでに法律は制定されているわけで、現在2023年において、じゃあ日本がどこかの国に侵略するようなことをしているでしょうか？当然そのようなことはしていません。そもそもの主張がおかしかったからこそ、多くの人々から批判を受けたのであり、決して若いからとか大学生だからといった理由で彼らが批判されたわけではないのです。あからさまに間違っているでしょ、その考えといったところを批判され、そのことを認めたくないからこそ、自分たちが批判されているのは大人たちが間違った考えをもとにして若者たちの声を潰そうとしているんだという被害者意識からおかしな反応をしているのです。もちろんそのような批判の中にあからさまに間違った形での批判をする人たちもいます。この記事の中で出てきたように、言動ではなく容姿がおかしいといった話や、本人になりすます形で犯罪をしているかのような、いわゆるフェイクニュースを流して本人の名誉を毀損するような行為、これは明らかに犯罪行為であり、これらは決して許してはなりません。しかし、シールズの人たちの考え方、その大元となっているのが、いわゆる共産党系の人たちの訴える、あからさまに間違った認識をもとにした政府批判。そして間違った認識だからこそ出てくる妄想に基づいた政府批判といったものがあまりにも現実離れしているからこそ多くの人々に受け入れられなかった。そして現在でもなお評価されない理由だと私は思います。そして誤った認識で
現在もなお過ごしているからこそ、ちょっとおかしなことも今でも言っているのだと思います。例えば記事の中では、日本社会にはもう絶望した、もう海外に行こうと思いますという話をしている人がいます。ところがこの人がおそらく海外に出た時、その移住した国においては集団的自衛権は認めている国でしょう。むしろ集団的自衛権を認めていないような国というのは聞いたことがありません。欧米であれば NATO の仕組みがあって多くの国々が参加し、軍隊を持ち攻撃された場合においては加盟国全体でみんなで戦おうという仕組みを持っています。これは集団的自衛権をみんなで共有しているからこその話です。そしてこのような考え方は別に欧米だけのものではありません。現在ロシアがウクライナに侵略していますが、ロシアもまた集団的自衛権をもとにして旧ソ連構成国などと集団的自衛権に基づいた相互防衛協定を持っています。なおこれはあくまでも攻撃されたらみんなで自衛するという話であって、旧ソ連構成国の多くの国々がロシアによる侵略には反対しているか、もしくは危険中立の立場をとっていて、決して賛同して大いに支援しているわけではありません。また、誤った認識という意味においては、日米同盟についてもかなり間違っている点があります。それは、集団的自衛権というのは基本的には守りの権利の話であって、決してどこかの国に一緒に攻め込もうという話をしているわけではありません。しかし、元シールズの人たちやもしくは彼らの考え方のバックにいる共産党系の人たちというのは基本的には海外の脅威といったものを完全に無視する形で日本が常にどこかに攻め込む、もしくはアメリカが攻め込むときに日本も一緒に攻め込むという間違った前提をもとにして話をどんどんと進めていきます。しかし、現実問題として私たちが直面している危機というのは、日本の周りには核兵器を保有している国が、ロシア、北朝鮮、中国とあり、しかもそれら3つの国がまさにならず者国家であり、どのような危険を日本に及ぼすかわからないような危うい状況です。ですから、戦争反対というのであれば、侵略をしようとしている国、もしくは攻撃しようとする国に対してはっきりと言うべきことであり、決してみんなで守ろうとしている国に対して言うべき言葉ではありません。この点についても以前お話をしましたが、戦争には違法な戦争と合法な戦争があります。これは現代の国際法に認められたものとしては、まずは防衛戦争、自衛戦争というのははっきりと合法行為として認められています。一方で侵略行為といったものは認められていません。もしくは、これと似たような話で、自分の国が脅かされているから先に相手を攻めようという予防戦争についても、これも違法行為です。ですから、侵略や予防戦争については違法行為。だからこそこのような行為を行う国というのは国際法を乱す国際秩序に対する挑戦者であるとしてこれを何とか抑えなければならないというのが今は一致した考え方なのです。にもかかわらず自衛権の発動についての話をしていても戦争反対と日本の側に言い続ける理由というのは誤った認識、戦争というのは全て悪であるというこの間違った認識によるものです。先ほども述べたように侵略や予防戦争といったものが非合法化された現代においては自衛権の発動による戦争というのは合法行為なのです。ですから戦争イコール全て悪というこの形それ自体がすでに間違った認識なのです。ところが2015年当時においてはこのようなシールズの活動を大いに持ち上げた人たちがいます。それらはいわゆる左派系と呼ばれるような報道機関の人たちです。これらの人たちの特徴としては先ほども述べたような間違った認識に基づく話、戦争イコール全て悪、自衛権についても否定するという考え方がありました。ところが現代になってみれば、実際にロシアによる本格的な侵攻によって現在もなお激しい戦いが起こっています。そして戦争反対と訴えかける先としてウクライナを選ぶ明らかに間違った考え方、認識を持っている人たちもいます。戦争反対を訴えるのであれば侵略している側に言うべきものであり、決して侵略されている側の自衛戦争についてこれを否定する行為を行ってはなりません。自衛戦争をやめるかどうかは結局攻撃を受けている側自分で決めることなのです。そして侵略行為を非合法化した現代において自衛戦争を戦っている国に対して何とかこれを応援し国際秩序を保とうとする考え方からウクライナに対して各国が
それぞれ自分の国のできるレベルで支援を行っているわけです。このような行為に対して戦争を煽っているという認識をしている人もいますが、これもまた誤った認識です。先ほども述べたように侵略する側が国際法で認められていない違法行為をしているのに対して、自衛権の発動で戦っている側は合法行為を行っているのです。この合法行為を行っている側に対して手助けをする、これを戦争を煽っているだとか、代理戦争だという話をするのは歪んだレンズで世の中を見ている話です。というわけで今回の動画はここまで。元シールズの人たちは自分たちのやってきたことを今では隠したがっています。その原因となったのは社会による抑圧だといったことを言っているわけですが、私から見れば彼らの主張が結局のところ朝日新聞に見られるような日本は悪い国であり、日本が自衛力を上げることは危険な行為であるといったあからさまに現実を無視した思想に基づく悪影響を受けた人たちだと思います。結局のところ自分自身で今国際情勢がどうなっているかを考え、それに基づいてじゃあ今日本がどうしなければならないかといったことを考えれば、あからさまな嘘を交えてこれに反対する行為というのはちょっと論理的にはありえないでしょう。そして残念ながら2015年当時から何年も経ち、そしてロシアによる侵略行為が起こっている現在でさえ、そのような現実を見ずに自分たちの考えに問題がなかったか再点検できないというのは残念ながら思考に歪みが出ている証拠だと私は思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。